リクシルシャワートイレ DTCL114 の点検時期お知らせ表示をリセットしてみた。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。家の一番新しかったトイレも時が経ち、点検お知らせサインが出てしまいました。このトイレはタンクレスタイプでリクシル DTCL114 です。以前お届けした動画はタンク付きのシャワートイレでした。このタイプのサインは点灯するだけで点滅はしないようです。この機種も基本的な回路構成は同じだと思われます。抵抗カットをする前にダメ元でリモコンからの解除実験をしてみました。旧機種から回路変更していなければ解除できるかもしれません。お尻とビデオを同時に20秒長押しします。これでうまくいけばランプが光ってピピッと音が鳴るはずです。20秒は長いので早送りしています。20秒過ぎても何も変わらないので回路が変更されているようです。残念ですが気持ちを切り替えて抵抗カットに進みます。興味のある方は引き続きどうぞ最後までご視聴ください。作業前の準備。作業を始めるにあたってリモコンで電源を切ります。電源を切ったらプラグも引き抜いておきます。ここまでする必要はないのですが、一応止水栓を閉めておきます。閉まりました。これで OK です。本体のリフトアップ。本体をリフトアップさせるにあたって事前に本体を支える工夫を施します。両手が使えるように窓枠に固定したビニール紐で本体をつって支えます。これがリフトアップロックレバーで押すときは少し硬いので力が必要です。吊り下げる準備ができたのでロックレバーを押して本体をリフトアップさせます。左右のネジ4本の取り外し。本体カバーは左右4本のネジで止まっていてこんな感じです。反対側はこことここで左右とも以前のようにキャップがかぶっています。カバーと分離するためにキャップを外してネジも緩めて外します。キャップには小さなドライバーが差し込めるような隙間があります。それを利用してキャップを外します。キャップとネジは外したら便器に落とさないよう注意します。タンクありと比べてネジピッチが狭いですが固定方法は同じです。外れました。左側も狭くて見えにくいですが同様に行います。便器に落とさない工夫は外したネジを移動するとき便器の上は絶対に通さないことです。便器の真上を通過させなければ落としたとしても床に落ちるだけで済みます。ちょっとした工夫は余計な手間を軽減します。外れました。これで分離できたので準備した紐に固定して次の作業に移ります。便座の先端を紐で吊るしてこのようになりました。私は撮影のためにコネクターを外しましたが抵抗のカットはわざわざ外さなくともできます。ただ片手でカバーを持ち上げながらの抵抗カットは大変なのでこのようにすれば両手が使えます。使用する紐は適切な強度を持ったものとしましょう。使用する時間は短いですがもし切れると内部ユニットに激突して破損を招くので注意です。
本体内部と操作基板。本体内部と操作基板です。基板以外の部分もコンパクトにできています。少しホコリが見えますので、後ほど清掃もしておきたいと思います。本体カバーの中はめったに見られないので、ここでゆっくりご視聴ください。本体カバーをフリーにするときは、カバーにつながっている4つのコネクターを外します。どのコネクターかはカバーにつながっている電線で判断できます。コネクターにはロックがついているので、ただ引っ張っても抜けません。ロックは車のハーネスと同じです。コネクターの引き外し。本体内部です。これら4つのコネクターを外せばカバーがフリーになります。コネクターはロックをつまみながら引き抜きます。電線を引っ張ってコネクターを抜いてはいけません。これで4つ外れたので、必要であればカバーを完全分離することができます。ターゲットはこの抵抗です。抵抗のカット。前作は寿命となっていましたが、この基板は JP1 と記載があります。周りにはこの抵抗以外他にはありません。抵抗のリードの部分をニッパーを使ってカットします。こんな感じです。カットしたらリードを少し広げておきます。このようになりました。これから元の状態に戻していきます。コネクターの取り付け。外した4つのコネクターを順に戻します。カバーを吊り下げてあるので作業性は良いです。コネクターは4つとも形が違っていて、向きも逆に差し込めないので間違えることはありません。ネジの取り付けとリフトダウン。作業が終わったので吊り下げ紐をほどいてカバーを据え付けました。リフトアップの状態でネジを順に戻していきます。外した時と同じように便器上の通過は避けます。残った作業は単純な内容ですが、出戻りがないように進めます。もうすぐ右側が終わります。最後の左側です。キャップやネジは同じものなので、左右が入れ替わっても問題はありません。化粧キャップはなくしてもネットで手に入りますが、セットで送料込み900円と高いです。さて、残り1箇所になりました。このキャップをかければ終了です。リフトダウンはまず便座と蓋を下げます。あまり強く下げるとスローダウン装置が壊れるので優しく行います。奥の右側、左側と押し下げてカチッといったら終了です。カチッと言わなかったらラッチが効いていないので、中央を再度押し込みます。電源の再投入と動作確認。作業が終わったので、取扱説明書に添付されているセルフチェック表の各項目を確認します。セルフチェックを終えたので、止水栓を開けて漏水などの異常の有無を再チェックします。水漏れはないので電源プラグをつなぎます。つなぎました。電源を入れます。
ランプが消えてスタンバイになりました。異常な動作はないようです。点検ランプが消えました。作業終了です。最後にリモコンのテストをして終わりにします。リモコンから水を流します。動作確認できました。これで点検時期お知らせ表示への対処がタンク付きのタイプと変わらないことが分かりました。動画を見て DIY される方は手順や注意事項を守って自己責任でお願いします。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。